チェンバーボーン。湧き水周辺の障害となっていたトゲの除去の怪我で診療所が野戦病院さながらになった我らがビーバー。だがトゲの根絶に成功してみんな職場復帰、河口にダムも建設完了、さあ元気に開発やってくぞー。ただいま元碓井川の川底の水深を一番下まで下げる掘削工事を実施中。結構な量の爆薬。地形ブロックで柱の上に池を作った時の緑地範囲の使用のテスト。相変わらず地形ブロックは3マスまでは横に伸ばせる模様。前にも検証したので過去動画見ればわかるんだけどいつやったか思い出せなくてね。残念なビーバーのまあ急ぎの工事もないし、のんびり底下げ工事でもして結果を待ちましょ。川の中腹部分も底下げしてさらに追加のダム建設予定。河口のダムの貯水量アップだー。ノーマル難易度の最長の換気は10日くらいだったから、最長の換気来ても川の半分は水残りそうだ。ビーバーめちゃ増やさない限り楽勝であります。ダム完成により汚水の湧き水が水没してる。水圧で汚水は出ないけどこれはなんか微妙。夜中に確認すんなミニキーだろ。黄色い人がうるさいので翌朝汚水の湧き水の完全封印工事を実施。おい。地下トンネル掘って汚水専用下水とかも考えてたんだけど、完成しても地味そうなので却下しました。地下で回る水車。地味だ。そうなるとこっちも気になるけどここは今開放すると汚水出るから換気にやりましょ。だな。初期に完全封印してたけどなくても平気だったので素材に戻したけどまたここも封印しましょ。人はそれをこう言う、二度手間と。そういうこともある。マップ南の遺跡を解体するためにジップラインを整備。遺跡の解体は地味に時間がかかるぜ。貯蔵庫いっぱいで工場止まってるので地下貯蔵庫マシマシ。こういうのこそ自動化しろよ。必要な時にたくさんないと意味ないの。河口ダムが満水になるぞー。数サイクル前は汚水川だったのが嘘のようだ。上流のダムも満水御礼。もはや捨てるレベルで水に余裕ができたぜ。水だばー。だが所詮湧き水、流量は大したことなさそうだ。今後は貯水バルブを開放して川の水位に自動で合うように設定しとくよ。新機能の自動化システムガン無視して、水位の自動化しちゃうアナログ親方であった。細けいことはいいんだよ。水だばー。そして安定のおもらし。これはしたり、水門微調整してなんとかしとくよ。てか満水になったらここも緑地になると思ってたけど、全然足りとらんかった。上に段差がある場合緑地範囲狭くなるの失念してた悲しきくるみサイズのビーバーのこれも見た目よろしくない。封印するか埋めちまえ。トンネル掘って消滅もありかな。さてこちらの方も貯水バルブの設定をして、水だばー。3。建設前から水難多すぎだろこの鉱山。ギリッギリを求めた結果結構な範囲をやらかしちゃったよ。まあ丸太倉庫いっぱいだから植林場沈んでも被害はないか。被害は地熱エンジンが沈んだくらいかな。そんなわけで水害予防で堤防一段追加。やらかす前提で設計する適当な匠であった。一番遠くにあった遺跡の解体が完了。明日からは別の現場で頑張ってください。いのーちの水。土砂ブロックの柱で緑地範囲を広げる小技は健在のようだな。この技を使って上流まで水を戻す循環システムにするつもり。水車つければ揚水発電もできそうだ。5マスの突出部を使い緑地範囲を計測中。柱から13マス、四角く綺麗に緑地にするなら9マスってところかな。なお緑地範囲は柱の位置ではなく、上の水たまり部分で決まることを後で知るのであった。じゃこの実験場はもう使わないから解体よろしくー。柱のブロックをトンネルで掘って足場を崩すだけの簡単なお仕事。すべての大地を緑にするまで、私は爆破することをやめないぞー。あいつは現場ビーバービバウッド版、そしてまた謎の現象で爆破音が消えるの巻。緑地できてない？糸かなし。てなわけで測量して9マスの範囲に入るように追加で工事。するのは面倒だからもうこれでいいや。ほんとお前は適当だな。今後は爆薬の需要が増大する見込みなので、原料となる汚水を大量貯水するため大規模工事を開始だ。今の汚水池の水深だと換気に汚水も枯れちまう。さあ作業に取り掛かれ我が精鋭たちよ。綺麗な水はもう十分だ。今度は汚水を貯水するぞー。この工事が緑地化の希望を切り開く第一歩だ。はい端っこの微妙な緑地の仕上げの葉っぱよしこれで北東の端っこの緑地化成功。これで A 型の中の人もスッキリ。ってなんかまた微妙になってる。川幅で緑地範囲変わるの忘れてたビーバー脳であった。
お前ら、暇そうやなぁ。どうやら爆薬の前に生成物の在庫がなくなって、トリプルダイナマイトが設置できないようだな。他の工事させるにも工場は在庫いっぱいだし家建てるには食料が不安。平らな農地作るのは爆薬必要で八方塞がり。しゃあないいずれ作る予定の水循環システムのテストしましょ。堤防と違って土砂で作る場合設計ミスると簡単に壊せないからしっかりテストしなきゃ。だな。てなわけで柱がここで角まで緑地化できるか実験。さっきと見た目同じの地味実験入りまーす。端っこ修正工事川幅の緑地範囲は1マスごとに増え、確か3マスが最大範囲。これで端っこも無事緑地となりました。植林地裏の出っ張った部分も綺麗にさら地化じゃー。爆破でいきり散らす親方の一方で換気の警戒音。汚水の湧き水の防水フロア化がはかどるね。こっそり大きなポンプ下と加工ダムの最下層をトンネルで繋げる工事をしてました。絵面が地味すぎて紹介を忘れてた残念なビーバーのマップ全体の水がここに集まり、すべてポンプで組めるようになるので割と重要な工事である。だって葉っぱしてる方が見た目が派手だし、景観も変わるから楽しいんだよー。典型的な爆破ジャンキーの症状です。医師とご相談の上適切な爆薬を処方してもらいましょう。よし爆破完了。これで中腹にもダムが作れる。あ、最深部と思ったら一マスミスっとった。爪が甘い。ではここもこんな感じでダム建設よろ。下3マスをバルブで放水することで加工ダムの水位を常に3で満たせる設計。水源の湧き水が上流にあるのを利用して、だんだんと水門作って自動化で制御するのが正道なんかな？でも無視してバルブで制御しちゃうのがうちのレイムさんだ。起きろー、出勤の時間だー。最悪の起こし方で草？ここはビーバー通ることもあるから一応安全な時間帯にね。普段は100%でも心根は優しいレイムさん。ビーバー、ずらー。建設作業員に重点を置くこの街では割と見慣れた風景。こりゃすぐ完成しそう。追加の底下げ工事も並行して作業、いい感じに進んでおります。橋を使って上からぶん投げる、このクレーン工法だとほんと作業早いな。などとビーバーたちの作業に見惚れてたら北西の緑地化実験が終わってました。これを伸ばして水道橋にすれば、端っこすべての緑地化も可能だな。中腹のダムも完成して貯水バルブで自動放水設定。自動化システム維持でも使わないおばさん。おばさん呼ばわりはやめて。へっへ。歓喜が来るぞー。睡眠を、妨ぐ規制、響き蹴り。人の警報音で一句読んでんじゃねえよ。今回は5日か。もはや誤差だな。隅っこ実験も終わったので、解体して水道橋の設計でも考えようかね。土砂を節約するなら、こんな風に3マス伸ばせる制限を最大活用すれば、柱2本で2マス幅水路も建設できそう。でも最大緑地範囲を得るのに川幅3マス必要なのが頭を悩ませるぜ。結果こんな感じで3マス幅水路で柱を端に立てて、真ん中に補強用の柱を埋める構造に。でもこれシーズン7の時に似たようなの作ったんだよな。ダメじゃないけどもう少し違う工法も模索したいね。だな。鳥松井実験で四つ足3マス幅の緑地範囲を確認するよ。こうして爆薬と生成物の生産を待ちつつ、地道な実験を繰り返すのであった。あと汚水の湧き水の完全封印もやっとかなきゃね。封印するのは簡単だけどこれもなんか面白い使い道を考えたいな。水圧もないし使い道に困る。っていうかここに深い汚水の池作るから他の汚水の湧き水正直いらんのじゃー。組む場所も加工する場所も、一箇所にまとめた方が効率いいから結局はそうなっちまうんだよな。しかし一つだけ問題あり、フォークテールの汚水ポンプ深度2までしか組めないんよ。そんなわけで深度5まで組める自動水汲みポンプで上に持ち上げる予定。ノズルが短い、フォークテールの数少ない弱点。はい、大規模改修工事しますんで皆さんレイオフです。再建後再度集結してください。こら貴様ら、瓦礫の撤去優先にしてるのになぜ運ばん。瓦礫を運ぶ場所がねえんだわ。そりゃ片付けしようがないか、これはしたり。はい、邪魔な板使って絆の火鉢よろ。物資不足で何度も建設中断したのに今じゃゴミ捨て場扱いである。公用区のこのデッドスペースにもぴったり入るね。倉庫も近くてここは幸福度ボーナス的にも良さそうだ。汚水すっからかんだけど追加の爆薬工場も増しまーし。新たに花火も生産し保管できるように倉庫も建設された。汚水池の底下げ工事、これにて完了だー。ノーマルだからこれでいいけど、ハードだったら汚水の備蓄もかなりきつそうだ。換気が大変そう。はい、クレーン回収しまーす。悪気はなかったんだよ。
さあイモズサーの運命やいかに。しれっと空中浮遊で脱中打つ。もうこいつジップラインいらねえだろ。自動水汲みポンプの設置位置の計算のミスに気づき急遽設計を変更。このように突出部でせり出す形にしました。土砂の上に自動ポンプ設置予定だったが、自動ポンプ自体は防水でないため水漏れすると気がつき修正。池一マス掘りすぎちゃったよ。まあしゃあなし。こんな感じでおなしゃーす。なお自動水汲みポンプの必要動力は700馬力、2機で1400、地熱エンジン 3.5 台分である。てなわけでこれ動かすと工場の効率も落ちちゃうので、大きな風車に任せて適当に組み上げするつもり。まあ重力バッテリーもあるから、フル稼働しても夜中の地熱エンジンのパワーでなんとかなりそう。そして工事を眺めてて思い出す、メープルペストリー作ろうとして忘れてたと。思い出すの、すっげえ時間かかったな。パン屋横にタンク作る場所とか準備してたのに完全に失念してたよ。これで大量のシロップ保管だ。運搬員とリレーして運べるように、採取場の近くにも中くらいのタンクを用意しときましょ。パン屋の近くでメープル作ればめんどい。おい。運搬員が頻繁に行き来するならジップラインの駅もあった方がいいね。ここは立ち退きじゃ。ああ急にケーブルを切られ屋根に取り残されたビーバー。おらー、ヤクザキックで家破壊。これで問題なかろう。家を破壊されたビーバーが無言の座り込みデモを起こした。こらー、すぐに仕事に戻りなさい。夕飯ベリーにするぞ。心なしか悲しい目になったビーバーであった。家の跡地は家を建て直さずメープルペストリーとガマクラッカー倉庫になりました。でもビーバーは野宿になった。そういや倉庫の中身見れるアイコンあったなと思い出し倉庫を整理。この世界品目が多くてどこに何があるか把握しきれなくなることしばしあり。倉庫の新設で薬工房にアクセスできなくなったので盗難の僻地へ移設。左遷？まあ病気になるビーバーもめったに出ないし、普段は停止してるからここで十分だよ。雑多な街よりのどかなこの場所の方が、のんびり薬も作れて快適でいいかもだな。さあ、ねえ、水は不必要に余ってるのに汚水の枯渇に悩まされる逆転現象が起きた換気が終了。じゃポンプの設置とかはまだ終わってないけど汚水も湧き出してきたことだし今回はここまで。泥風呂で遊ぶ子ビーバーが可愛いと思っていただけたら、ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。まさかの汚水不足で爆薬製造が滞り、若干開発速度が鈍ったレイム。次回には大量の汚水を貯水して、爆薬の大量生産体制を完成させることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。